です。はい。2025年、8月の17日ですね。自立高校生 AWS1 の開発をやっております、松本洋平です。今日はですね、テストをしに来たというかですね、ドッカーコンテナを作りに来ました。ドッカーコンテナって何ですかっていう話なんですけど、今この AWS1 ですね、ラズベリーパイで動いてます。で、ラズベリーパイの上にその、システムですね、ソフトウェアをビルドするっていうのは結構大変です。今やこの AWS1 のですねシステムは、ものすごくたくさんの、ライブラリーによって構成されているので、それらをかき集めて、まっとうにビルドしてまっとうに動くっていう、そこを確認する作業っていうのは非常に大変です。なので、ドッカーコンテナを用意して、これからテストする、いろんな人にディストリビュートしてテストしてもらうっていうのにしても、そのテストして、バグがないと、正しく動くということが確認された、ライブラリのバージョンであったりとかなんとかっていうのを、統一して、蓄積していく、知識として蓄積していくために、ドッカーコンテナを使おうということで、ドッカーコンテナの初期バージョンを、整えようとしてます。で、ドッカーファイルを書いては、ドッカービルドしっていうことを繰り返してちゃんと動くかなっていうのを、やっているところです。今まではその X86 の、Ubuntu 22.04 の上で、開発していて、その上でのドッカーコンテナっていうのは、整備されていて、もちろんこのノート PC とか、自宅にある、デスクトップ PC でですね共有して、コンシステンシーが保てるように、開発環境をセットアップしているわけなんですけども、このエッジデバイスですね、前のジェトソンであったりとか、今のこのラズベリーパイであったりとかっていうのの上でちゃんとそのドッカーコンテナがですね動くっていう風にこれまではやってなかったんですよ。で、基本的な部分はそんなに変わるわけではない。そのラズベリーパイ、5にしても Ubuntu 22.04 の、ドッカーコンテナのファイルは基本的には動くんですけど、プレビルトのバイナリーとしてライブラリーが存在しているものとかいうのもあったりするんですよね。FTDI のドライバーとかですね。で、そういったものがちゃんと入って動くんですかっていうのを確認しないといけないということで、今その作業をやりに来てるところです。で、今日はもうとてもこんな風に荒れていてですね大変なんですけど、海の上で、出てきてやっているのはそうしないとできないからというよりかは趣味です趣味です。で、これドッカーコンテナをビルドしたりしてる時ってめちゃめちゃ時間かかるんですよ。いろいろなツールを引っ張ってきて、でこのローカルでビルドしてっていうことをやってるので、ドッカーファイルの中でその、余った時間は魚釣りをしたいということで、海の上に出てきてます。で、今日めちゃめちゃ荒れてるんですけど、そんなの関係ねえっていう話ですよね外に出なければ大丈夫ですよねっていう感じです。はい。で、順調にというかですね、製品化に向けてですね、ものを仕立てていってる状態です。で、これは何回か喋ったんですけど、そのビデオを出すかどうかっていうのを考え直す必要があるかなと思ってるんで、もう一回喋りますけど、この、7月の末ですね、29日に一つ大きな、問題が解決したっていうのがあります。この自立高校生の研究開発に関してですね。で、その話をしたいと思います。で、というのがですね、この、自立高校システムですね。で、前から僕は完全に 100% 僕が作ったものです。いや、もちろん買ってきたものはあって、その買ってきたものについて例えば船とかですね、
これはヤマハが作ったものです、それは当たり前ですよね。でそうではなくてソフトウェアであったりとか、その、ハードウェアのインターフェース部分であったりとかですね、そういった部分を、とか、あとその中身のアルゴリズムとかですね、そういった部分は 100% 僕のオリジナルワークですっていうことですね、っていうことを言ってきましたが、これがですね、3年ぐらい前からですかね、もうちょい前からですかね、これは自分たちが作ったものですよということを言ってた人たちがいましたで、社会的地位が高い人たちなので、みんなその人たちの言うことを信じていて、むしろ松本がパクったんだということになっていたんですよ。で、その自分はですね、何を言っても社会的地位の高い人たちがまき散らしてる噂なので、僕の信用がですね、やっぱり届かないわけですよ、その人々の心にですね。で、ボッコボコにバッシングされました。要はですね、お前嘘つきみたいな話ですよね。で、ただその僕の中ではその噂をまいてる人たちが作れるっていう見込みは全くないっていうのがあったのでこれ僕は非常に簡単そうに、しかもおふざけな感じで映像を出してるので、多くの人が割と勘違いしたと思うんですけど、そんなに簡単にできないですよ、これは。なので放置してました。で放置しておけば、何年か経った時に僕の研究開発はどんどん進んでる一方でそっちの人たちの方は走らせることしかできていない走らせることすらできていないっていう状態になってるだろうというふうに僕は思っていたので、放置してひたすら研究開発を3年間続けて、みんなですね、だんだん気がつき始めたなんでこの人たちは全然できてないんでしょうね。でさすがにあいつが持ち逃げしたからだ、松本が持ち逃げしたからだと言ったとしても、たった一人がそんな持ち逃げしたぐらいでできないなんて、そんなのはおかしいよねっていうことを言う人たちがたくさん増えてきました。でそろそろいいでしょうねっていうことで、僕もあれですね、所属する大学の方に、これは私が一人で作ったものですよねっていうことを証明してもらうっていう手続きに入りました。で、その手続きがいろいろ吸ったもんだの末にですはあるんですけども、4月に僕が始めて、で7月の29日に、結論が出て、これは全く松本洋平のプライベートワークですということで確定しました。でその印鑑付きのですね、大学のですね印鑑付きの書面として、それが出てきたという状態です。でここまで来てですね、ようやく今までまき散らされていた噂は全く嘘でしたでしょっていうことがお分かりいただけたんではないかなというふうに思います。で、それとなんていうんですかね、これからは要は、完全に自分のオリジナルワークだっていうことが、明らかになったので、これをちゃんと世の中に社会実装していくっていうことを、自分の手でやっていくことができるかなということで、これからそっちの方向に集中していきたいと思いますね。でただですね、いろいろな問題がまだ残っているわけなんですよ。でそういう社会的な政治的な環境の問題ですね、そこをクリーンにする作業っていうのを、これからちょっと、集中してやろうと思ってます。集中してですねっていうのが今の現状です。でこっちのプロダクトとしてまとめていく方向ですね、これを進めつつそれをやっているということですね。で
それでもう一つですね、多くの人がもう気がついてると思うんですけど、超久しぶりに GitHub を更新しました。GitHub をですね、GitHub これ見えるんですかね。 GitHub、はい、超久しぶりに更新しました。で、2つレポジトリを追加しました。で1つはこの AWS ですね、ANS ということで ANS ですね、はい、ちょっと今Docker がたくさんデータをプルしてるんでネットワークが超絶遅いですけど、はいはい、こうです、オートナマスナビゲーションシステム、これ見えてるんですかね、これにオートナマスナビゲーションシステムというDocker のレポジトリを作りました。ただこれはそのシステムのソフトウェア自体をアップロードはしてないです。中身はこの自立高校システムの解説になってます。どういうことが今できるようになってるのか、どれぐらい確かにできるようになってるのか、でシステムの構成はどんな感じなのかってことですね。で、これはこれまでも説明してきた通りですね、普通の船についてる装備でやってますよと。カメラもついてませんよと。レーダーと AIS とかそんなもんですよと。見張りはですね。でコンピューターはラズベリーパイとルネサスのちっちゃいマイコンですよ。で超安いです。数万円ですっていうことですね。でそういうことが書いてあります。であとさっき言った大学から正式にこれが100% プライベートワークですよっていうことを認められたってことですね。これまで言われていた噂ですね。あいつ持ち逃げしてますみたいな、研究成果持ち逃げしましたみたいな噂っていうのは全くのデタラメだってことですね。もうそれはここでちゃんと主張してます。であとYouTube の動画ですね、いくつか、紹介してます。でこれはちゃんと避けてる場面が分かりやすいようなカットをわざわざ4つ選んで用意してこうやって紹介してます。この中身をですね。でこれは自立高校システムとしてどんな意味合いを持ってるのかっていうようなことを、説明してます。でもちろんこの映像っていうのは短いんですけどチェリーピッキングしたものではないと。要するにいいところだけを切り取って見せてるわけじゃなくて、この元の映像も非常に長いエディットされてない映像が、YouTube にアップロードされてますよってことをここに紹介してあります。でこれをやってる人っていうのはいないですよね。必ず大抵こういうのっていうのは、チェリーピッキングしていいとこだけ見せるっていうようなことをやるか、あるいはベンチャーのプロモーションとかだったら何ていうんですかね、 CC を使ってオブジェクトディテクションがビャーッとできてるみたいな絵を作ったりしますけど、そんなわけないっすからねみたいな話ですよね。でそういうのを、書いて何ていうんですかね、これからいろんな人に話をしに行くときに自分自立国語線作ってますで、説明するっていうよりかはここを見てくださいっていうことを言えるようにしておきたいってことですね。これがまず1点です。このウェブサイトの狙いですね。でもう一つは、ここではですねそういうオープンにしていいインフォメーションだけを出そうというふうに思ってます。で例えばソフトウェアにしてもこれからはオープンにするインターフェースとクローズなままで、開発する部分とっていうのを分けようと思ってます。分けます。で、分けて、オープンにする部分は要はバイナリーとオープンにしたインターフェースですね。で、Python とかそのレベルでプログラミングができる、そういうふうなものを用意したいということですね。で例えばミッションプランニングとかなんとかっていう部分は一応ですね、僕はこのですね携帯電話の上にそれっぽいものを作りましたけど、こういうのって使いたい人が使う人が考えた方が全然いいじゃないですか。ということで僕自身は自立高校の本質的な部分の開発に集中するっていうことで
そういう部分を外に全部出してしまいたいということですね。オープンにしてっていうことを考えてます。でそういうものがここに今後アップロードされてくるでしょうということですね。で、プライベートな開発の部分に関してはいろいろ投資を募ったりとかなんとかしたりとかで仲間を募ったりとかっていうことを今後やっていきたいというふうに思っているので、よろしくお願いします。でこれまでですね僕は割と海の上に出ずっぱりで誰とも話をせず仲間を作らずっていうふうにやってきたんですけど、でそれっていうのは何なのかっていうとですね、さっき言った噂がバーッと広がっててですね、仲間を作るったってもうなんかあれなんですよね、疑われてる状態でだっていうのはもう分かりきってる状態だったんですよ。であいつが盗んでるんだみたいな話ですねばらまかれてたんで、で、その状態でなんていうかですね、お前はしょうがない、クズ野郎だけど見どころもあるところはあるにはあるから助けてやるよみたいな、そういう手の差し伸べ方をしてくる人たちはたくさんいたんですけど、それは要するに嘘800ばらまいた嘘をまず受け入れてからだったら助けてあげるよみたいな、そういう感じじゃないですか。でそれは断然お断りじゃないですかね。なのでそういうことでなんていうんですかね、この人たちはそういう吹き込まれて助けてあげるよっていうことで来てるんだなっていうのが分かるわけですよ、こっちは分かるんですよ。でそうやって言われた人たちがですね、真実は内緒にしておいてねとか言われてきてるっていう状態なんですけど、そういう状態で話をしても買い叩かれるだけで結局意味ないだろうっていうふうに思ってたんですよね。なんで全部シャットダウンしてました。シャットアウトしてました、人間関係をですね。そういう背景があるので今こうやってもうこのシステムはもう0100で僕の 100% オリジナルワークですよっていうことですね。それが確定した状態なので、これをですね、機にこういうことだったんですよっていうことをしっかり説明できると、して、人を集めていきたいというふうに思っているということですね。非常に困難な3年間でした困難な3年間っていうかですね、人間ってやっぱり権力のある人に言われるとみんな信じるんですよね。信じるっていうか信じたいんだと思うんですよね。餌をちらつかされたりするとですねそういう人の弱さみたいなものがすごく分かった3年間ですね。その中で僕としてはこの難しさっていうのはそんな簡単に突破できるもんじゃないっていうことをもうそれまでの開発の中でですね、分かっていた。その自信があって全部を突っぱねてきたっていうところですね。でそれが今ちゃんと実ってるっていうのがものすごくなんか嬉しいですね。そこで自分を信じ抜くことができた、あらゆる侮辱に対して立つことができたってことですね。立ち向かうことができたってことですね。それが本当に僕の人生のハイライトですよね。本当に良かったと思います。はい。でただ私立高校生はですねまだまだこれからレベルアップしていかないといけないのでですね、ぜひこの海の上で研究がしたいよという人がいたらどしどし、ご連絡をくださいということです。
はい、そんなところです。自立高校生についてはですね、もうどんどん進めてますんで、はい、よろしくお願いします。で、あとですね、もう一つレポジトリはアップロードしました。これがですね、はい、これです。RTL Gen というものです。で、これはですね、名前はですね、RTL レジスタートランスファーレベルをジェネレートするっていうことで、要は RTL、ハードウェア記述言語ですね、ハードウェア記述言語の RTL を自動生成するソフトウェアですっていうつもりで作ってます。まだそこまでは言ってないんですけど、まだ乗算機が自動生成できるっていうところまでしか言ってないんですけど、そういうものを目指した名前です。で、これは何なのかっていうと、普通はですね、HDL を書く、RTL でですね HDL を書くと、それを回路設計 CAD に通して、でちょっと手を入れたりするかもしれないですけど、しながら最終的に回路の設計図面っていうのを作り出す。これ集積回路の話ですね。集積回路の設計の話です。で、ってことなんですけど、RTL を今人間が書いてるんですけど、もう今その LLM とかの時代じゃないですか。で、それをもうバイブコーディングしてしまいましょうみたいな、そういうノリです。で、そういうノリのソフトウェアとして構えたんですけど、研究的にはそこじゃなくてもうちょっと渋いところを、絞ってます。で、大体はこれニューラルネットワークプロセッシングユニット NPU ですね、これを設計するツールだよっていう気持ちで用意してます。で、それをSOC と合体した形で、ソフトウェアもろもろともに一式、オートジェネレートするよっていう、そういう風な格好のものを目指しているわけなんですが、その研究としてですね、研究としてどういうところを狙い込んでいるのかというとですね、もうちょっとアカデミックなところを狙ってます。で、このソフトウェアですね、いきなりもうこうやって中途半端な状態で、アップロードしてしまっているんですけど、でこれっていうのはちょうど4月にですね、この自立高校システムのその権利の話を大学とし始めた時に、ソフトウェアを勝手に作って大学の中でですね、それを勝手に公開してもいいんですかっていうことを聞いたわけなんですよで、それまではですね、ダメって言われてたんですけど大学の職員としてやったことは勝手に出しちゃダメみたいなことを言われてたんですけど、なんかその時はいいよって言われたんですよわかんないですね、わかんないですけどあ、いいんですかみたいな、もうこれメールでいいって言われたんで、大抵は怪しい時は口頭で言われるんですけどメールでいいって言われたんで、いいんだっていうことでじゃあ作って出しちゃおうと思って作ったんですよ。で、出しました。で、僕の問題意識ってどういうところにあるのかっていうと、どうしてもアカデミックなカルチャーって遅いんですよ。遅い。で、しかも遅い上に研究成果を公表するまでの間にいろんなチェックが入る。で、そこで権力を握ってる人たちのチェックがもちろん入るわけですよ。わかりますよねで、僕がそこ何を警戒してるのかっていうと、その過程で潰されるっていうのはもちろんあるんですけど、その過程で潰されてなおかつアイデアだけは持っていかれるっていう、そのパターンっていうのを何度となく味わってきたわけなんですよ。で、これは僕がそう思ってるっていうだけだっていうことでも別にいいと思ってるんですけど証拠出せって言われたらいろいろ証拠を出しますよっていうぐらいですね。で、それはいいとしてですね、とにかくそこを迂回するような研究スタイルを確立したい。それはもういきなり出してしまえるっていうのはものすごく強力
なんですよ。ものすごく強力だからその査読を通さないといけないよとかなんとかっていうことになるとやっぱりその査読に1年ぐらいかかってる間に、1年ひょっとしたら1年かかるわけですよ。でその間にその同じようなことをやる予算が、別のグループにつけられてこっちは足止めを食らってしまうっていうようなことっていうのが、あるんですよね。こういうことがですね。で、それその要は権力があったりとかその弟子グループがあってその多数決の場で威力を持ってる人たちっていうのがいるところで研究をするってことになるともうそこもう本当に注意深くなった方がいいんですよ。疑わしいと思うことは全部やられますから絶対に全部やられますから。で合法であって疑わしいけど追求はできないよねっていうことはもう全部やられると思っていた方がいいです。こういう少数派で研究をするときはですね。で、そこはしっかり持ってやりたいわけなんですよね。でこの、要はGitHub って何がいいのかっていうとコミットした日が確実にハッシュとともに記録されるじゃないですか。でだからいつそれがやられたのかっていうことがもう明確なのでそれが常にオープンになってるっていうことで安全なんですよ。とても安全です。ということでGitHub にアップロードしてしまう。でその要は例えばデータアルゴリズムいろんなアルゴリズムを試したそのデータっていうのが出た時もそれをもうとりあえず GitHub に出してしまうっていうそれをやってその要は学術研究として役に立ってればそれがそのなんていうんですかね職場の中での評価につながらなくても僕は全然いいと思ってるので役に立ってさえいればいずれその僕が生きている間ではないかもしれないですけど僕は案外早いと思ってますけどねいやこっちの方が早く研究が進むからいいよねっていうことになって、最終的にはそうなるだろうっていうふうに僕は思ってます。なので、そういう早いやり方を取ろうっていうのが、僕の主な考えです。でもうどんどん公開してしまうってことですね。でこうやってどんどん公開してしまう研究でそのやるっていうことでちょっとその最先端のガツガツ利益を追い求めるところっていうところからちょっと外したトピックをセッティングしてます。で今その定山記を自動生成するツールを作りましたっていうふうに言いました。でこれを評価するスクリプトっていうのもちょっとポンと置いてあります。評価するスクリプトですね。で、これ何をやりたいのかっていうとですねこれまでの回路の研究ってどんなでしたかっていう話を多分多くの人は知らないと思うんですけど僕が2005年にドクターを取ってるんですけど、その時は FPGA の研究でドクターを取ってるんですねわけなんですよ。でその時に僕がその FPGA の研究を始めた動機っていうのは何だったのかっていうとですねその回路の研究をしてたんですけど CPU とかですね回路の研究をしてたんですけど CPU とかの設計ってすごいヒューリスティックなんですよ。発見的なんですよ。こんなアイデア考えたよでシミュレーター入れました良いですねっていうことで論文になるわけなんですよ。でただそういうそのヒューリスティックっていうのは僕はあんまりその学術研究として面白いと思わなかったんですよ。でそれは何でなのかっていうと研究論文ってそういうこう論文なんでロジックに価値がないと研究論文として面白くないじゃないですかっていうのがあるんですよね。その基本的な原理っていうのがあってそこから論理的に導かれたなんか結論でもって、例えば数学とかを使ってですね結論が、普通の人には考えつかないようなものであってで明らかに正しくそして有効であるっていうそういうことが導けた時に研究論文として最高に面白いよねっていうのがあったんですよ。でその
研究論文としての面白さっていうことを、言った時に回路設計って面白くないよねと、回路の研究って面白くないよねっていうのがあったんですよね。でもっとそのレギュラーなストラクチャーを持った回路で統計的にでも何でもいいんで数学を使って追い詰めていくような成分があるような研究を展開したいなっていうふうに思っていて、その時は FPGA っていうのを研究対象として選んでいたっていうのがあるんですよね。で今それで当時はですねできなかったことっていうのが集積回路の設計技術っていうのはめちゃめちゃ高かったんですよね。その CAD ソフトウェアっていうのも何億もするみたいなところがあって、でその CAD ソフトを動かすのに PDK がいる要はそのチップを製造してもらう工場の仕様ですよね、スペシフィケーションですよね。トランジスタどういうふうに書きなさいよとかいうそういうルールです。それとPDK っていうのがあるんですけど、それを手に入れるのにNDA が必要なんで、そのチップを作るという契約がまずできなきゃいけないというですね。でそこ金かかるじゃないですか。で、僕の出身大学のような弱小なところはですねそこお金がなかったんで、東大とかバンバンチップを作ってましたけど、もう学生一人一個チップ作るみたいなようなところもありましたけど、僕らはそれはできなかったですよ。で1個作れたところでどうなんだみたいなところもあるんですけどあるんですけど、それはともかくですね、それが昔はできなかったのが今できるようになってるんですよ。その PDK がオープンな PDK っていうのが出てきてできるようになってると。でなのでじゃあそうであればその PDK の上で回路設計を何回もやることができるよねっていう。でフリーの設計ツールもある、オープンノードとかですね。なので、それを繰り返し使って回路の評価っていうのが、設計と評価っていうのが、物理合成フィジカルシンセシスまで終えた状態でできる、評価ができるってことですね。でそれが回せるんだったら僕たちが知りたかったことが分かるんじゃないのかな。いろんなヒューリスティックな回路設計技術っていうのがあったんですよ。こうしたらうまくいく、より良くなるとかいう話がですね、いろいろあったんですよ。ものすごい数あるんですよ。でそれらは本当に良かったのかっていうのが、それぞれのお手製のチップ設計で、ちょっと確認されたぐらいなものっていうのが、たくさんあるんですけど、そういうのを全くユニフォームな評価環境で評価したっていうことが一度もないなっていうのがあるんですよ。でそれを今やって、ヒストリカルなアイデア、いろんなアイデアあるんですけど、回路設計に関するですね、それらっていうのが本当にどれぐらい有効だったのかっていうことですね。それを確認してやりたいなというふうに思ってます。でそれが僕がこれを作ってるもう一つのアカデミックな狙いの部分ですね。アカデミックな狙いの部分で、もちろんこれ最初に言った通り、ニューラルプロセッシングユニットを設計するためのもろもろのベースになるものではあります。なので最初にやったのがマルチプライヤーだっていうのは、これはニューラルネットワークの計算にほとんどもう行列の乗算じゃないですか。でその行列の乗算を加速するためのにはマルチプライヤーですね。マルチプライヤーを研究するってことが大事でしょっていうことで、そこから入ってきてるってことですね。でここからオートジェネレーションをいろいろな部分に広げていくっていうことをやっていくんですけど、とにかくアカデミックな興味の中で過去を振り返って歴史的に、偉大だと言われている回路設計技術いろいろありますけど、でそれらをエバリエーションしていきたい。で一般性の高い結論を導きたいということですね。そういうことを考えてます。でこれもこれはオープンにしてやるんでなんかですね、興味を持った人はどんどん、
声をかけてもらえればいいかなというふうに思ってます。そんなところです。で、これは今の状態ですけど、マルチプライヤーが、生成できるようになって、で、2つ PDK ナンゲート45と、スカイ 130HD ですね、スカイウォーターっていう、Google がサポートしてる、PDK の会社ありますね。そこの、130ナノメーターの PDK が使える状態です。で、定山機を生成するためのその JSON ファイルを設定ファイルを書いたらですね、そしたらもう最後までこうやっていって、で PPA パワーパフォーマンスエリアの評価指標がパッと出力されるってことですね。そういうのが、出来上がってますということです。これ別にそんなにお金かかる研究じゃないんで、どんどんいろんな研究論文を集めて実装して評価してってことをバーッとやっていって、それを順次ここで報告していきたいというふうに思ってるんですね。そんなふうに考えてます。で、これもパブリッシュすると論文1本あたり2、30万かかるじゃないですか。そんな金かける必要あるって思いません？ちょっとで論文発表海外に行ったらこれも2、30万かかるじゃないですか。でしかも1週間ぐらい何本できるんですよ。でもっと言うとそのプレゼンしたりとかなんとかっていう資料を用意するのに、で発表練習したりするのにまたこれも何週間かかかるじゃないですか。ちょっとそれに時間使えるって暇なのみたいな感じしないですか？僕はもうそれがすごい、なんでこんなことしてるんだろうなっていうのがあるんですよ。ものすごいですね。でも要はその研究者同士のその付き合いをする必要があるんだっていうことだったら、別の付き合いをしましょうっていう付き合いをしたらいいと思うんですけどそこでこうじっとね聞いて黙って座ってる時間っていうのがものすごいなんかこう無駄なことやってるような気がして、で、僕はこうやってその今船の上でこうやって作業しますけど、自宅でもですね、その例えばこれですね、今定山機32ビットの定山機を合成しようと思ったら1日かかっても終わんないんですよでそれをパッとやらしてる間にこっちの自律航行システムの開発をするとかいうことができるんで、なんで、この2つを同時に回していくっていうのは非常に割と直行する部分があるのでやりやすいっていうのがあるんですよね。なんでこれすごいこれからやっていこうと思ってますっていうことですね。はい、そんなところです。2つのレポジトリですね紹介しました。まだドッカーがビルドできてません。今何ですか？はい今ですねGRPC をダウンロードしてビルドしようとしているところです。でこの GRPC のダウンロードしてビルドしてちゃんと使えるようにするっていうのは、Python とかの場合はそんな難しくもないんですけど、C++ の場合はですね結構なんかですねいろいろ違う部分があったりしてややこしかったりするんですよ。でおそらくその今ですねAWS1 の公開してるソースコードも2020年に公開したものでもうだいぶ古いんですけど、もうビルドできない人たちはですねここでつまずいてんじゃないのかなっていうふうに思ってます。でこれインストラクトするにもですねどういうプラットフォームの上でっていうのが分かんないと全然もうなんていうんですかね細かい話ができないんですよ。なんで、ちょっとですねその一生懸命頑張ってビルドしようとするのはそれはそれで実力は身につくと思うしいいと思うんですけど、なかなか海の上に出ていくことができないと思うので、それだとですねでなんかそのやっぱりこうそうやって自分たちでできたよっていうことを言いたいっていう部分はあるかもしれないんですけど、
あんまそこにこだわらない方がハッピーになれるんじゃないですかねっていうことはちょっと誰に対してっていうのがあるんですけど言っておきたいと思います。でそこを超えた先の方が断然難しいのでそこを超えた先の方が断然難しい。これ海の上に出てきてからの方が断然難しいので、そこのところですね、考えた方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。ということです。じゃあこんなところで今日は終わりにしたいと思います。さよなら。